どうも、わがつくです。今回はみんなが大好きなどら焼きを作りながら、このお菓子の名前の由来、歴史っていうものを紹介しようと思います。ご家庭でも簡単に作れるようにレシピも工夫していますので、フライパンだとかホットプレートで焼いてもらえるといいと思います。中に挟むものも今回はあんこを使用していますが、今の時期だとアイスクリームなどを挟んでも美味しいと思います。それでは紹介します。まずはどら焼きの漢字の紹介ですね。どら焼きってこういう風などらを焼いたものみたいな漢字を書きます。これは諸説あるんですけれども、後々説明しようと思います。どら焼きって関東の名前で、関西ではこういった風にみかさと呼ばれています。この動画も作っているので、よければチャンネル登録してお待ちください。それでは材料を紹介していきます。今回使う小麦粉は薄力粉ですね。こちらは日本のハートっていう商品を使っています。これが 80g です。砂糖はグラニュー糖 60g です。これは上白糖に変えていただいても構いません。で、卵が1つですね。これは今回 M サイズを使用しています。で、次が重曹ですね。重曹は 1g です。1g がちょっと測りにくいと思うので、簡単に測れるやり方も後々紹介します。蜂蜜が 8g、 あとは水を 50g 用意してください。それでは作っていきます。まずは水を 50g 測ってしまいます。そしてこれを 500W のレンジで1分ほど加熱してください。これはケトルで沸かしたお湯で用意していただいても構いません。そして他の材料も測っちゃいます。薄力粉 80g、 温めたお水ですね。お湯になった状態のものを大さじ1だけ取っておきます。そしてお湯になった状態のところに砂糖、蜂蜜を入れてシロップを作っていきます。これシロップにした方が焼きムラがなくなるので、こういった作り方をしてもらった方がいいです。上白糖を作る場合は水に溶けるのが早いので、お湯じゃなくても構いません。そして卵はカラザを取ってください。このカラザがあると焼いた時に丸く焼けない原因になったりするので、カラザはきれいに取っておいた方がいいです。そして卵は白身を切るようにして混ぜていきます。空気を含ませるんじゃなくて筋を切るっていう形です。そしてこの中に先ほど作ったシロップを入れていきます。シロップは 2,3 回に分けて入れていただいたらいいんですけれども、冷めている場合は一気に入れていただいても構いません。そして薄力粉をふるいながら入れていきます。これはふるいながら入れないとダマになった部分が丸く焼く部分を阻害する部分になってしまうので、ふるってください。そして初めは優しく混ぜます。これなんで初め優しく混ぜるかっていうと、粉が散らないようにするだけなので、その後はしっかりと混ぜていってください。重曹はこの3本の指ですね。3本の指で1つまみ。これでだいたい 1g から 2g ぐらい。僕の場合はこれで作っています。で、先ほどしっかり混ぜてって言ったんですけど、小麦粉のグルテンを生成して、そのグルテンで膜を作って重曹を反応させるでした方がふっくらしやすいかなと思います。これは結構職人さんによって考え方が違うので、僕の場合っていう形で覚えておいてください。それでは焼いていきます。焼くときは油を薄めに引いてください。油が多いと焼きムラができてしまうので、油は薄めに引いてください。で、まずやってほしいことがあって、必ず試し焼きをしてみてください。
これ試し焼きをしないで焼いてしまうと初めの1枚目必ず失敗します。なので試し焼きをして焼き色がちょうどいいかなっていうのを判断してください。で今回の場合は火がちょっと弱い焼き色なので火加減を上げていきます。火加減はこの目盛りぐらいにしてます。で焼く時なんですけれども、こういった風な容器に入れて流していくと初めての方でもきれいにできると思います。この作業を僕たちはさじ切りっていう作業になってお玉みたいなものを使ってやるんですけれども、大きさを統一するのが難しいと思うので初めての方や慣れてない方はこういった作り方をしてください。焼き時間は片面1分、裏返して20秒、それぐらいの時間になっています。で生地を流す時は真ん中に必ず流してください。真ん中に流すと生地の力で勝手に丸くなります。これを変に丸くしようと思って周りからとか違う位置から落としてしまうと楕円になったりとか変なひょうたんみたいな形になったりするので、必ず真ん中から落としてください。フライ返しでやる場合は動画のように端っこを少し浮かして中に入れ込んでからひっくり返してください。今回フライパンでやったんですけれども、これ多分ホットプレートの方がすごいやりやすいと思うのでホットプレートで焼くのをおすすめしてます。ここからは焼いてる様子が見れるようにノーカットでお送りします。ただここでちょっと1分20秒流すのはだれるかもしれないので歴史や由来を紹介していこうと思います。どら焼きの発祥について、いつどこで誰が作ったかっていうのは正直はっきりしていません。ただ2つの説があって、どら焼きの形が楽器のドラに似ているからっていうのと、このお菓子をドラで焼いたからっていう説があります。この2つが名前の由来説と言われています。で、あんこを挟んだものっていうものはいつ頃できたかっていうと大正時代にできたと言われています。結構実は最近のお菓子になります。和菓子の世界によくあるんですけれども、これも諸説ありと言われているので正しい情報かどうかは正直分かりません。ただ僕が思うのは上から見た図が楽器のドラに似てるからだと思ってます。で、関西で呼ばれている三笠っていうのは三笠山をモデルにしてます。これは僕は横から見た図じゃないかなと思っています。またこれも今度三笠の時に少し語ろうかと思います。であんこはこういう風にスプーンで入れてもらってだいたい35から 40g ぐらいですかね、入れるとちょうどいいと思います。で僕たちがする時はヘラを使うんですけど、普通の家庭のヘラがないので少しちょっと職人さんの気分を体験したいなという時はこういう風なナイフを使ってやってみてください。端っこにこすりつけてそれを画像のように載せます。今回ちょっと足りないので少し足します。実際現場ではこの2枚のものとあんこを入れた状態でグラムを測ったりしています。で入れた後は端っこが合うように合わせていきます。するとどら焼きの形になります。これで完成になります。今回の動画もいかがでしたか？もしよろしければコメント書いていただけると嬉しいです。またチャンネル登録、高評価していただけるとモチベーションの維持につながりますので、よければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
す。